雪女。武蔵の国に模索と美濃吉という木こりが住んでいた。この話の頃、模索はもう老人で、手伝いの美濃吉はまだ18歳の若者だった。毎日二人は村から2里ほど離れた林へ出かけた。途中には広い川があり、そこを船で渡らねばならない。その川には何度か橋が架けられたが、水かさが増すたびに押し流されてしまった。模索と美濃吉はある日の帰り、大変寒い夕方、ひどい吹雪に襲われた。二人は渡りのところまで来たが、渡し森は船を向こう岸につないだままどこかへ行ってしまい、姿が見えなかった。とても泳いで渡れるような日ではない。それで二人は渡し森の番小屋を借りることにした。こうして寒さをしのげるだけでありがたかった。小屋には火鉢はもちろん、火を焚くような場所もなかった。わずか二畳敷きの狭い小屋で戸が一つある限り、模索と美濃吉は戸をしっかり閉めると美濃にくるまり横になった。はじめのうちはさほど寒いと感じなかった。吹雪はじきに止むだろうと思っていた。年老いた模索はすぐに眠りについた。しかし若い美濃吉は恐ろしい風の音、雪がひっきりなしに戸に吹きつける音を聞きながら、いつまでも寝つかれずにいた。川はゴーゴーと荒れ狂い、小屋はまるで大海に浮かぶ小舟のようにきしんで揺れる。それは凄まじい嵐で、大気は刻々と冷えてくる。美濃吉は美濃にくるまり震えていたが、それほどの寒さにもかかわらず、ついに眠りに落ちた。どのくらい眠ったのか、美濃吉は顔にさらさらと吹きつける雪で目を覚ました。小屋の戸口がいつの間にか開いていた。そして雪明かりに照らされて女が部屋にいるのが見えた。全身が白装束の女である。女は模索の上にかがみ込み、息を吹きかけていた。息は白く光る煙のようだ。とその時、女は急にこちらへ向き直り、今度は美濃吉の上に身をかがめた。美濃吉は大声で叫ぼうとしたが、どうしたことか声にならない。だんだん低くかがみ込んできて、白い女は顔が今にも触れんばかりになった。美濃吉は女の目がゾッとするほど恐ろしかったが、その女は大層美しかった。しばらく女は美濃吉をじっと見つめていたが、微笑んでつぶやいた。お前も同じ目に合わせてやろうと思ったが、なんだか不憫になった。お前はあまりに若いから、美濃吉、お前は可愛いから、今度は助けてあげる。しかし、今晩見たことは誰にも話してはいけない。たとえお母さんにでも話してしまえばただではおかない。そうしたら命はないよ。
いいかい、私の言ったことを忘れるんじゃないよ。と言うと、女はくるりと背を向けて戸口から出て行った。すると蓑吉はやっと動けるようになった。飛び起きて外を見たが、女の姿はもうどこにもなかった。雪は激しく荒れ狂って小屋の中まで吹き込んでくる。蓑吉は戸口を閉め、数本の棒切れを打ちつけて戸が開かぬようしっかり固定した。さっき戸が開いていたのは風のせいだろうか。戸口から差し込む雪明かりを白い女の姿と見間違えたのであろうか。心は落ち着かないままだった。年老いた模索に声をかけてみたが、返事がない。蓑吉は暗闇の中を手探りで模索の顔に触ってみた。氷のように冷たい。模索は硬くなって死んでいた。明け方には吹雪は止んでいた。日の出の少し後に私森が番小屋に戻ってきたとき、蓑吉は凍え死んだ模索の傍らに意識もなく倒れていた。だが急いで解放すると、じきに我に戻った。しかし、その恐ろしい一夜の寒さのせいで、その後も長い間床に伏せり、模索が殺されたことにもひどく怯えていた。それでも白い女の幻を見たことは一言も言わなかった。やがて元気になると、また仕事に戻れるようになった。一人で毎朝林へ出かけ、日暮れには薪を背負って帰ってくる。母がその薪を売るのを手伝ってくれた。翌年の冬のある夕方、蓑吉は薪を取った帰りに、たまたま同じ道を急ぐ娘と一緒になった。すらりとした背の高い、大変美しい娘で、蓑吉の挨拶にまるで小鳥の歌うような心よい声で挨拶を返した。蓑吉は女と並んだ。そして二人は言葉を交わし始めた。娘はお雪と言った。両親を亡くし、貧しいながら桃園がいる江戸へ出る途中だという。女中の口でも見つけてもらうつもりです、と言った。蓑吉はじきにこの見知らぬ娘の魅力に惹かれた。見れば見るほど器量の良い娘だった。もう誰か相手はいるのかと尋ねると、そんなお方はまだおりません、と笑って答えた。そして今度は女が蓑吉に、もう奥さんは終わりですか？お約束は終わりですか？と尋ねた。蓑吉は、自分は母と二人暮らしで、まだ年も若いから嫁の話は考えたことはない、と言った。こうして互いに身の上を打ち明けてしまうと、何も言わずに長いこと歩いた。気があれば目は口ほどにものを言うとことわざにあるように、村に着く頃には二人は大層気が合い惹かれ合っていた。そこで蓑吉はお雪に、ちょっと休んでゆかぬかと家に誘った。少し気恥ずかしげに躊躇した後、女は蓑吉についてきた。母も喜んで迎え入れると、温かい食べ物をお雪のために出してくれた。
おゆきの立ち振る舞いがいかにも好ましいので、母親はすっかり気に入ってしまい、江戸に行くのを少し延ばしてはどうかと引き止めた。そして当然の成り行きながら、ついに江戸へ行かずじまいになった。おゆきはその家の嫁となってとどまったのである。おゆきは実際申し分ない良い嫁であった。5年ほど経って美濃吉の母親は亡くなったが、息を引き取る時もおゆきに優しい褒め言葉と礼を言って亡くなったほどであった。夫婦の間には10人の子が生まれたが、男の子も女の子も皆揃って可愛らしく、色が白くて美しい。土地の者たちはおゆきを素晴らしい人だ、生まれつき自分たちとは違う人だと思った。百姓の女は大抵早く年を取る。しかしおゆきは10人の子供の母となった後でさえも、初めて村に来た時と同じように若くてみずみずしかった。ある晩、子供たちが寝ついた後、おゆきはあんどんの光を頼りに縫い物をしていた。美濃吉はその姿をつくづくと眺めながらこう言った。そこで明かりに照らされて縫い物をしているお前を見ると、18の時に出会った不思議な出来事を思い出す。その時、お前とそっくりな白くて美しい人を見たのだ。そういえば本当によく似ている。おゆきは縫い物から目を上げずに言った。どんなお人でしたの？どこでお会いになりました？美濃吉は私森の小屋で明かした恐ろしい一夜のこと、自分の上にかがみ込んで微笑んでささやいた白い女のこと、模索が物も言わず死んでしまったことなどを話した。そして言った。夢にもうつつにもお前と同じくらい美しい人を見たのはあの時だけだ。あれはどう見ても人間ではなかった。怖かった。本当にゾッとするほど怖かった。だが本当に白くて美しい女だった。実際あの時夢を見たのか、それとも雪女だったのか、俺には今でもわからない。おゆきはいきなり縫い物を放り出すと、すくっと立ち上がり、座っている美濃吉の上に身をかがめて、その顔に鋭い声を浴びせた。あれは私、この私、このおゆきでした。一言でも喋ったら命はないと言っておいたはず。あそこに寝ている子供たちのことがなければ、この瞬間にもあなたの命を奪ったものを。でも今となっては子供の面倒をよくよく見てください。子供をいじめでもしたら容赦はしませぬ。そう甲高い声で叫ぶうちに、おゆきの声は風の響きのごとく細くなり、姿は白く輝く霧のようになって天井へ舞い上がったかと思うと、震えつつ煙出しの穴から外へ消えた。それきりおゆきの姿を二度と見ることはできなかった。